どうも、ベトナム在住の内津です。今日はね、このスーパーカブにこのミニメーターのね取り付けやっていきたいと思います。ちなみにね、これ前回リレーの配線で1個言い忘れたことがあって、ここなんですけども、元の線だとこいつですね、黒い線と赤い線をねつなぐって言ったんですよ。まあもちろんそれは合ってるんですけど、絵で描くとこれですね。この黒とね赤をつないで、こいつを要は車体のね黒い線につながなきゃいけないんですよ。それをね言い忘れてたんで今言っておきます。であとは取り付けをしていくんだけど、板の作成だな。なんせねこの形をした板を作らなきゃいけないんですよ。だからこれで描いちゃうだけでいいんじゃない？この大きさの板を作って、この内側5ミリぐらいかな、入ったところがカブの穴になるんで、もう大体でいいかな。こいつが下側後方にあるんでね、ここら辺にねメーターの穴を開ければいいはずなんですよ。この大きさだとでかいんでね、こっちの下側の太さをね確認してその穴開けます。ね、内側の細い線の径で切っていけばねうまくいくはずなんだけどね。ちなみにこれはねすごい柔らかいプラスチック、ポリ容器切り取ったもんなんで、ハサミで切っていきます。ハサミとカッターですね。カッターで切れ目が入ってくれないかい。こんな感じでねやりたいんですよ。ちょっと柔らかいんだけどね、これねゆくゆくはこのアルミの板を切りたいんですけどね、最初から切ると大変なんで、まずはこいつでやっていきます。それでもう一個だ。これね元のメーターってこうはまるのかな。この金具が、これがねメーターを押さえるんで、こいつがここにつかなきゃいけないんですよ。でこいつがねもともとこうついてたんで、これをひっくり返して、テーマどここを切って、ここら辺にね穴を開けてボルトを通したら、これと同じような構造というか意味になって、メーターを止めれるはずなんですね。だからこれも加工ですよね。これね加工するんですけど、もう一個やることがありました。ここですね。ここねつく金具があったんですよ。こいつがここにつくんだな。これ多分ねこうやって結束バンドで留めればいいんですが、こいつがねここら辺に来てほしいんですよ。なんで
これもね一緒に加工しておきたいんだな。多分曲げてここの金具をね L 字金具で一緒に作っておきます。これはねもう動画にしません。金具の方ね両方とも出来上がりました。とりあえずまずはこっちやね。これで収まるんじゃないのかな。ちょっとバッテリーはねフロントをつないでないでどっかショートしたら困るんで最後にします。さあやっとメーターですね。この形はね今度アルミで作る時のために書き写しておきました。これで今日はとりあえず、こうついてたから反対向けるんだよね。でその前にもしかして私はカメラに映ってないところで作業してた？どうなんだ？こうね引っかかるようにしたいんですよ。これ最初にちょっと通してみるか。こういう違うこいつが先。適当に測ったからなんかあちこち当たったけどこれでいけんじゃないの？多分ね。グッとよし、これで取り付けだ。これねメーターつけていくんですが一つ間違えてました。この金具はね後から入れなきゃいけないのとボルトが長すぎて今抜けません。なんでねちょっとワッシャーとか使ってねここら辺改善します。中にねいろいろワッシャー入れてとりあえずこれが通るようにしました。適当に作っちゃったんでねこっち側がはまりにくいんだけども奥まではまらないんだけどね、まあこれでやっていきます。こういうのはちゃんとね、寸法を測るというか位置確認が大切ですね。よし、こうですね。で金具入れるんですが、ちなみにね薄々というかはっきり気がついてたんですが、こんなセルモーターの大きいリレー使うんでねこんなかギチギチになっちゃいます。リレー使う場合はね小さいリレー使うのがいいと思います。最初にケーブルをつなぐんだろうね。とそれでこの金具を入れるんだが案外狭いな。ちょっとこれ後にしちゃいます。なんせ今回ね上のカバーが仮で作っただけなんで、配線確認だけだな。それでドイツをつなぐのよ。これがニュートラルだ。ニュートラルの線をつないで、であとはこのね2つをリレー内で2つつないでるやつを、黒こいつだな、ホンダのキーオンのプラスにつないだら配線は終わりじゃない？
ポジション、これもちょっと後でいいや。とにかくニュートラルのね確認。でウインカーか。案外大変ね。ハイライトは今回つながないからウインカーをね割り込ましちゃいます。ここがね端子の数が足りないんで中に入れちゃうんですよ。今回ちょっと邪道ですけどね、これをこの中に割り込ましちゃいます。短くしていいのかな。今回はねこうやって入れて割り込ましちゃいます。映ってんのかな。これでつなぎ終わってね、今ヘッドライトの配線は残ってるんですけどね、こいつらバッテリー関係ないんでエンジンからね直接来る電気なんで、こいつは問題ないからショートもしないと。よいしょ、こいつをかぶせとく。じゃあバッテリーつないで確認ですね。やっとねバッテリー接続です。案外線ぐちゃぐちゃになっちまったな。上に上げたいんだよね。ちょっとね向こうに仮の配線が出てるんで潰さないようにクッションつけておきます。かなり重ねたんでね、これでこの上の部分にあるメイン機の配線をね守れると思います。そんでこいつら邪魔だった。どかしてここにね見えないか配線あるんですよ。これで OK。ちなみにこれヒューズは平たいやつにも書いてあります。OK でしょう。今は蓋閉めないでいいや。で、どれだ。反対側ねシフトペダルつけておきます。とりあえずニュートラルだけねつないでおけばいいかな。他のエンジンは関係ないんだっけ。いいでしょう。これでねつなぎ終わりました。ニュートラルに今入ってるからキーオンですね。キーをオンにして、あらつかないぞ。あれつかないつなぎ間違えてますね。なんだっけ、これがスピードメーターのプラスとつながるんだから、この中華メーター電気ついてるっけ。なんだっけ、この格安メーターの黒はニュートラルなの。ニュートラルじゃないや、マイナスなのよ。いやー、色が違うとわからなくなるよね。だからスピードメーターのプラスはこの緑、これとつないで、このメーターの黒がアースだからアース線とつ
つなぐんですよ。これでいけるはず。配線は苦手です。今度こそいけるでしょう。今がニュートラルに入ってて、キーをオン。あれまだダメなの？何を間違えた？これでつないだでしょ。何が悪いかわからない。キーをオンにしてニュートラルでしょ。もしかして鍵の配線間違えてんの？ちょっと鍵変えてみます。もうカメラ動かさないけどね、ちょっとこの他の鍵持ってきました。ちょっとね、鍵を交換しました。これにしてニュートラルでつくじゃんね。もうちゃんと OK じゃん。いやいやいや。でウインカーがOK だよね。でこれでギアを入れてどうなるかだ。ウインカー出しながらにするか。ウインカーを出してギアを入れる。 OK じゃん。いや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 、ニュートラル前にね、鍵の配線加工した時に何かを間違えてるみたいです。色合わすだけじゃダメだったか。とりあえずね、今回の目的のね、この中華メーター、なんだ、ニュートラルの問題と、あとニュートラルに入ってない時にね、他のギアがダメだったりの問題もとりあえず改善できました。でこれがね、ちょっとやっぱりちゃんとしたカバーを作りたいんで、そいつはね、もう動画にしないで作っておきます。なんで、今日はね、とりあえずここまでです。それではまた。もう一回ウインカー出しとこうかな。でギアを入れても大丈夫。それではまた。